不動産屋さんの怪談です。このお話は以前も体験談を提供くださった鶴見さんが昔の仕事仲間で元刑務官の方から直接聞いたお話です。さて、鶴見さんの当時勤めていた会社は東京副都心のビルのメンテナンスを一手に引き受けていたそうで、省庁からの天下りの社員もいるような会社でした。そんな中、関西出身の若い25歳の先輩が別の部署から異動してきたそうです。その男性は3年前まで刑務所の刑務官をしていたそうで、体調を崩して退職し、今の会社に再就職したとのことでした。その先輩を仮に小野さんとしておきます。小野先輩は飲んで酔うとよく刑務官時代の話をしてくれたそうです。小野先輩の働いていた刑務所は重犯罪を犯した懲役刑の受刑者の刑務所でした。ですから刑務作業中の監督には特に注意を払う必要があったそうです。ちなみに現代では刑務所関係者は刑務所のことをユニットというらしいですね。さて、その刑務所の建物を上から見ると X の形をしているそうで、それは何かが起きたとき、刑務官がすぐに対応できるようなレイアウトなのだということでした。雑居房と凶悪な受刑者のいる独房に分けられ、独房は建物の3階の南側に設置されていたそうです。さて、小野先輩はビールを飲みながら当時を思い返し、独房で起きた摩訶不思議な出来事を話し始めました。独房にある殺人を犯した受刑者 A がいたのですが、小野さんから見て外見からはそんな大それたことを犯すような男には見えなかったということです。その独房の受刑者 A は健康診断でかなり体調が悪かったので、おそらく刑を全うできないだろうと判断されていました。その受刑者は高齢でもあり、また家族がいたので、接見に来た弁護士には一日でも早く出所して家族に会いたいととても強く訴えていたそうです。やがてその受刑者 A は危篤状態になり、出所して家族に再会する夢も果たせずに亡くなってしまいました。このように刑期が満了する前に刑務所内で亡くなるというケースはたまにあるそうです。亡くなった受刑者 A は刑務官立ち会いでひっそりと荼毘に付されたということでした。さて、受刑者のいなくなった独房はすぐに施錠され、次に刑期に服すものを待ちます。ところで、このユニットは24時間監視カメラで撮影され、その情報は強制管区という法務省の刑務所を管轄する部署でも管理するそうです。ただし動画の撮影は刑務所内の本部のモニター室で行われるそうで、見回りの刑務官も含めてその本部の待機室で確認するとのことです。刑務所の見回りの巡回は夜間は2人で行われます。興味深いことですが、誰もいなくても犯罪者である収監者がいる状態を想定して巡回するそうです。もし監房内で何か緊急なことがあった場合、受刑者が監房内の壁に並ぶ赤いボタンを押す仕組みになっています。赤いボタンが押されると、刑務官の待機室ではそのボタンを押した場所を示す監房の札が前にカタンと倒れるようになっているそうです。さて、おかしな現象が起きたのは、その受刑者 A が亡くなって10日ほど経った頃だといいます。その夜、交代で勤務にあたる刑務官らが早速いつものように本部で当直にあたり、モニター映像の確認と無線でのやり取りを始めました。そのモニターは16画面あるそうで、亡くなった受刑者 A がいた独房を映し出すモニターは真ん中の一つ右にありました。その独房の映像は誰もいませんから、当然真っ暗な畳だけを映していました。画面は5秒間に1回別のアングルの映像に入れ替わります。受刑者 A がいた独房も最初正面、次は斜めからといった感じで、
誰もいない内部が撮影されていました。するとその正面のアングル5秒間の後、次の斜めからの画面5秒間が映し出された時です。モニターを確認している刑務官から「おお!」という驚嘆の声が上がったそうです。独房の畳の上に黒い塊が撮影されていたのです。刑務官は見間違いかとそのアングルの再録画を確認したところ、その映像には廊下の非常灯の明かりがかすかに独房に差し込んでいたのですが、そのわずかな光の中に黒い塊がもごもごとうごめいて震えているのが映っていたのでした。驚いた本部の刑務官らは巡回の刑務官にすぐに見に行かせたかったのですが、彼らは離れたユニットにいたため、その本部から別の者が急いで懐中電灯を持ってその独房に向かいました。そして暗い廊下をライトで照らしながら問題の独房の扉の前に到着したそうです。受刑者 A の死後無人のはずの独房ですが、規定通り扉は施錠されていました。刑務官が開錠し扉を開けて棍棒を構えながらそっと中に入ったそうです。そこは薄暗い誰もいないひんやりと冷たい畳が6畳敷かれた独房でした。ところがその様子を本部のモニター室で見ていた者の目には驚くものが映っていました。今その独房に入っている刑務官の体に重なるように黒い塊が見えていたのです。でも中を確認している刑務官は全く気がついていません。モニターを見ていた刑務官は驚愕しました。そして「なんだありゃ」と叫びました。するとカタンという音がして待機室にある独房の札が倒れたそうです。それは受刑者 A がいた独房の札でした。その札は懲役を受けた受刑者が自ら官房内の赤いボタンを押さなければ決して倒れない札なのです。なんでこの札が倒れるんだと刑務官に戦慄が走ったそうです。しばらくするとまたカタンと同じ札が倒れたというのです。まるでモニター室の刑務官に意思表示をしているかのように音を立てて倒れたそうです。それは亡くなった受刑者 A が誰かを呼んでいるかのようでした。そしてその間もずっと同じアングルのモニターには黒い塊のもぞもぞうごめいているものが映し出されていました。刑務官はしばらく頭が真っ白でしたが、すぐ我に返り官舎に電話して当直のトップの看守長を呼び出しました。そして緊急事態のため他の刑務官らも招集されたそうで、この現象は刑務所の幹部も目撃することとなりました。結局この異常な現象に対処する術もなく、夜が明けるまで収まることはなかったそうです。次の日の朝、すぐに開教師の僧侶が強制勧告を通じて刑務所に呼ばれました。そしてその僧侶は受刑者 A がいた独房に入り、経典が挙げられたということです。するとお経をあげた夜からおかしな現象は収まり、みんなほっとしたそうです。ところが一旦は収まったかのようでしたが、明け方になるとまた受刑者 A の独房の札がカタンと倒れたのです。そしてモニターにも不気味な黒い塊が再び映し出されていました。本部の待機室にまた緊張が走りましたが、もはや何も解決法がなく放置するしかなかったそうです。そしてしばらくしてからです。亡くなった受刑者 A の家族という人が刑務所に訪ねてきました。そして彼の位牌を受け取り、静かに帰っていったそうです。それを境に独房の札が倒れることも、モニターに黒い塊が映ることもピタッとなくなったということでした。
小野先輩は真剣な表情でこの話を鶴見さんにしてくれたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。